通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、スーパーマリオギャラクシームービーからの話題になります。昨日ですね、この話題、視聴者からね、酷評されているという話題見たばかりですが、あれからですね、すぐにその当日中ですね、オーディエンスの評価というのが出てまいりまして、案の定の結果になったようですね。さらにはなんとですね、この1日分の興行収入というのも明らかになったんですが、これがね、とんでもない記録だったというんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれではね、本題に入る前になんですが、皆さんね、4月に入りましたよ。出会いの季節です。ここでね、一つチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとね、すでにされているという方も、ここのところね、勝手に登録が外れてたという報告も相次いでおりますので、ぜひね、ご確認いただけたらと思います。それとあとね、グッドボタンとタイプ欄っていうのもありますので、ぜひね、そちらも押していただけたらと思います。ということで、早速本題ですが、こちらですね。昨日ですね、このスーパーマリオギャラクシームービー、レビュー解禁というのが行われまして、ロッテントマトの評価が出てみますと、これがね、酷評となっていたんですね。で、この動画の中でも言っておりますが、これはね、前作同様、当然ね、オーディエンスの票は高く、興行収入もね、問題なくヒットするだろうと、そんなお話をしていたんですが、どうやらその通りになりそうだと。本日はですね、知ってた回になります。ね、もうみんながね、知ってたという回ですね。で、ちょっとね、批評家の方なんですが、どのぐらいしょうもないのかというのがね、こちらでよくわかるんじゃないかなと思いますが、グレース・ランドルフがマリオ映画で激高。クッパは有害な男性優位性を象徴していると主張。ということでですね、こちらね、知る人ぞ知るというね、映画評論家ですね。ちょっとね、映画評論家と言っていいのか。要するにね、YouTuber ですよ。一部界隈ではね、非常に悪名高い。そんな批評家になるんですが、これはもう前作の頃からそうです。とにかくこの古臭いコンセプトが嫌いだと。そもそも見たくない。こんな話をしていたような評論家なんですね。以前もね、映画批評家でありながら気に入らないと言ってね、途中で退出した。最後まで見なかった。こんなこと言ってね、この人大炎上していたんですが、それで批評してるんでね。こういう人なんですよ。で、今作ね、これ見たそうで、とにかくね、クッパジュニアがひどい。このような話をしていて、このクッパというのはね、男性優位性の象徴なんだと。故にこんなのを見て笑うことはできないと言っているんですね。でね、プクタね、いろんな見方ありますから、いろんな人がいてね、いろんな批評をする。これで構わないと思うんですね。だけど、やっぱりその評価を見る側は、こういう人が評価をしてるんだっていうのは知っておくべきでしょ。なのでね、今日こちらご紹介しておりますが、この人もですね、なんと、こちら、ロッテントマトのクリティックですね。この対象になっておりまして、ここですね。はい、見てください。いるんですよ、この人。そして当然ね、ロッテンをつけていると。こういった状況になっています。なので、昨日のね、動画でも紹介していると思いますが、そもそもね、こういった映画の評価を見るに、批評家の評価を気にする必要はないんじゃないか。こんなことをね、言ってる人もいましたが、まさにね、その通りなんじゃないかなと思いますよ。そして今回ですね、あの直後になります。昨日見た時はね、このロッテントマト、批評家のスコアしか出ておりませんでしたが、今回、オーディエンスの票が出ました。ね、皆さん、どうなってると思いますか？じゃあちょっとね、早速見てみましょうか。こちらですよ。はい。このようになったんですね。あれからですね、批評家の票、111票に増えておりまして、現在ね、42%。そしてね、オーディエンス出ました。ベリファイドオーディエンスが 92%、オールオーディエンスが 89% ということで、まさにね、この黄金比が完成したということになったんですね。もうね、どうですか皆さん。いいですよ、言っちゃっても。そうですか。知ってましたよね。そういうことですよね。プクタも知っておりましたが、そうなんですよ。知ってたになったと。こういうわけですね。ただね、ちなみに、ちょっとね、プクタの、あくまでもね、ほんと個人的な見方ですよ。このね、ロッテントマトのトマトメーターは、80% 台と 90% 台の間には大きな差があると思ってるんですね。で、現在ね、これまだまだ始まったばかりなので、ほぼね、初日だと思ってください。オールオーディエンス 89% になっていて、これもしかしたら上がっていくかもしれません。ただもしね、これがさらに下がるだとか、このね、ベリファイドオーディエンスもそれにつられて 80% 台になっていくということであれば、やっぱりね、評価としては、前作より一段落ちるのかなと。こういった印象はあります。あくまでも個人的な見方ね。ちなみにね、こちら前作です。オールクリティクス 59%、トップが 44%、ベリファイドオーディエンス 95%、オールオーディエンス 93% ということで、これね、どちらも割とね、余裕で 90% 超えてるんですね。なので、現状ですね、こちらの数値が上に触れるのか下に触れるのか、これはね、見ておくと面白いかもしれませんね。ただ、いずれにせよね、こうやって見ていただくとわかりますが、もうこの批評からの評価とは、全く違う結果が出た。もうこれは明らかなんじゃないでしょうか。ということはですよ、先ほども言いましたが、これというのはですね、ヒットの黄金比なわけですよ。なんとですね、初日、この興行収入がとんでもないことになったというんです。
スーパーマリオギャラクシームービーが初日3400万ドルで記録更新。そしてこうです。4月の水曜として史上最高のオープニングを記録。公開直後からイルミネーション、任天堂、ユニバーサルのスーパーマリオギャラクシームービーは3400万ドルですでに記録を更新している。これは今年最高の初日成績であり、Amazon MGM スタジオのプロジェクトヘイルメアリーを上回るだけでなく、2023年のザ・スーパーマリオブラザーズムービーを抜き、4月の水曜として史上最高のオープニングでもある。なおこの数字は先行上映による上乗せがない点にも注目したい。ということで皆さん、もうこれ映画みたいな話でしょ昨日の動画からの展開、これ見てくださいよ、本当に。あれだけね、批評家に酷評されました。ただしそれをね、ファンは全く意に介していませんでした。だって前作も一緒だったしね、どうせヒットするよねと。本当にその通りになり、これね、4月の水曜日として史上最高のオープニング記録だというんです。で、これね、通常の金曜日公開ではなくって、なんで水曜日なのと言いますと、イースターの連休直前なんですね。つまりね、この日自体は祝日ではないんですが、ここからブーストして、連休が本番と、こういった形での公開なんですね。でね、さらにすごいのは、これね、水曜日だけで3400万ドル稼いだということなんですが、通常ですね、こういったオープニング成績というのは、多くの作品がね、チートをしてるんですよ、あれ。実はね、その前から公開されている先行上映分っていうのがあるんですが、ここもね、全部込み込みで集計を出すというのが、もう通例になってるんですね。なので、初日の成績とは言っているものの、実は何日分も入ってるというのが、これあるあるなんですよ。ですが、このね、スーパーマリオギャラクシームービー、それね、入ってませんと。本当に純粋な1日で3400万ドルを稼ぎ、プロジェクトヘイルメアリーを抜き、この記録は大ヒットしました前作、2023年のスーパーマリオブラザーズムービーを抜いていると、こういうことになってるんですね。だから最終的にね、この前作を超えるかどうかというのはまだまだわかりませんが、勢いとしてはね、完全に前作を上回っているということです。で、現在ね、こちらボックスオフィス模様になりますが、これね、非常にレアなんでちょっとね、見といてください。はい。興行収入ね、48ドルです。こんな表記めったに見ないでしょ。現在ね、ちょっと48ドルしか集計されてませんので、これね、間もなく反映されるんじゃないかなと思います。で、こちらがね、前作になりますが、こちらね、国内が5億7000万ドル、そして海外が7億8000万ドルで、ワールドワイドそのトータルが13億6000万ドルと、これね、バジェットが約1億ドルと言われておりましたので、もう本当に特大のヒットですよね。とんでもない収益を上げました。で、しかもですね、このバランスをね、見ていただきたいんですが、国内、これアメリカ国内ですね、これが 42%、海外が 47.8% ということで、海外に頼りっきりでもないというのがポイントで、某ディズニー映画みたいにね、もうほとんど中国で水増しされてて、利益は実はほとんど出てませんみたいな、そういうのですらないということです。これはね、ほんとすごいと思うんですが、今作に関してはですね、初日に関してはすでにこれを超えていると、こういったわけなんですね。前作、スーパーマリオブラザーズムービーの推移はこうだった。水曜日に 16% 減、続くグッドフライデーで 106% 増。これが連休に入る祝日です。土曜日にさらに 4% 増加し、そしてイースターの日曜日には 39% 減。金曜は学校が休みのため、誰もが映画館に足を運ぶのだ。もし今回のスーパーマリオギャラクシームービーも、この3日、5日の予測通りに推移すれば、国内5日間オープニングとしては、モアナ2以来最大、3日間では、ウィキッド・フォー・グッド以来最大となる見込みだ。今年の北米オープニングとしては、間違いなくトップになる。さらに、長期的な週末予測が当たれば、本作は、シュレック、トイ・ストーリー、ミニオンズに並び、北米で3日間1億ドル超えのオープニング作品2本以上を持つ数少ないアニメシリーズの一つとなる。これは注目に値する。ということで今回ですね、大方が予測していた通り、批評家のね、評価は散々でしたが、オーディエンスの評価は上々。そして興行収入の勢いは前作を上回っていると、このように大ヒットを一歩踏み出したという状況になっているんですが、これに乗じるかのようにですね、この結果が出た当日です。まさにね、収録している今日なんですが、こちらですよ、これ。ホワイトハウスがこれに便乗してきたんですね。X にね、ストーリー立ってます。ホワイトハウスがスーパーマリオギャラクシーの映像をアルテミス計画、ロケット発射成功祝賀動画にしようということで、またホワイトハウスがですね、これをやったと。こういうことなんですよね。でね、このアルテミス計画っていうのは何かと言いますと、アメリカの月面調査のことで、これ有人飛行でね、月の裏側に行って戻ってくる。こういった計画なんですね。で、2022年にですね、アルテミス計画として無人の試験飛行というのをしているんですが、それに続くね、今回、有人飛行ということで、注目されていたんですね。で、実際ね、この打ち上げというのが成功したんですが、今回ですね、これをね、アピールするために、このホワイトハウスがスーパーマリオギャラクシーに便乗してきたと。こういったわけだったんですね。
俺のゲームから消えろ。ここね、任天堂タグ付けしまして、おそらく二度とあなたの製品を買うことはないでしょうと。つまりこれに抗議しろと圧力をかけてるわけですね。ホワイトハウスは本当に任天堂が好きです。任天堂、こいつらを訴えろ。ホワイトハウスの Z 世代の担当者は、任天堂ネタにクソ投稿をこれからも続けるべきだ。世界で一番うざい連中がぶち切れてるのが最高に面白いから。私の文化はあなたのコスチュームではありません。自分はなんでホワイトハウスがマリオギャラクシーについてツイートしてる世界に生きてるんだ。Oh no 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 no。マリオギャラクシーからマガのプロパガンダを排除しろ。ということでね、現在これを受けまして、任天堂これを訴えろという人もいれば、俺たちのマリオ使ってるんじゃねえという人もいるし、もっとやるという人もいる。これに対してね、みんなが反応を示しているというような状況になっています。はい、ということで本日はですね、批評家に酷評されました映画スーパーマリオギャラクシー。蓋を開けてみれば、一般には大好評で、興行収入が前作を超える勢いとなっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうかねえ皆さん、知ってただったでしょこんなね、知ってたもう珍しいんじゃないかなと思いますが、こういうことになったんですね。ただ今回に関してはね、あくまでも初日の1日分の結果です。で、これがね、最終的な結果まで完全に比例するとは限りませんので、これがね、どこまで伸びていくのか、そして前作を超えられるのかどうか。バジェット自体はですね、今作も1億1000万ドルでしたっけ前作とほとんど変わってないんですよね。なので今回もね、このレベルを出せることになれば、この映画ね、大儲けするということになりますから、そうなればね、今後のシリーズ化もほぼ確実なのかもしれませんね。そして、ね、ホワイトハウスですよ。またこれに便乗してきたということで、いろいろこれに関してはね、賛否あるようですね。日本の方でもね、これについてはいろいろ意見が交わされているんですが、トランプ政権がね、これだけマリオをこすってるというのは、ほら、安倍首相がね、マリオのコスプレしたでしょ。ああいうのもあるからね、なんか感慨深いなんて言ってる人もいましたね。現在もネットではね、これについては、バチバチと議論が繰り広げられているということです。ということで本日の話題はここまでになりますが、皆さん、チャンネル登録お願いしますね。押しましたか？大丈夫ですか？2回押すと外れちゃいますからね。今一度ね、登録しているかどうかご確認いただけたらと思います。登録してない場合はですね、もう明日以降出会えない可能性があるんで、ちょっとほんとね、よろしくお願いします。ということでまた明日、通勤通学中にお会いしましょう。